我が紀元2600年ご慶祝のため日本ご訪問の御途に就かせられる満州国皇帝陛下には、蘭花香る6月22日朝、宮廷を音発ご順路新京駅へと向かわせられました。駅頭には日満軍官民多数祝然とお見送り申し上げるうちを、皇帝陛下には陸軍五軍総もりりしくお召し列車後部展望車にご乗車、軍楽隊の満州国家水総理に放送の書院に対ししばしお別れの挙手の礼を賜いつつ、一路大連へと向かわせられました。全世界の主張を集めて天津英仏疎開隔絶が断行されており374日、6月20日を期して朝日街検問所に隔絶解除式が厳粛に行われ、続いて路上に横たわるバリケードは一斉に取り払われました。この時数千の民衆の間には歓呼のどよめきが湧き上がり、天津防衛司令官以下の皇軍将士に心からの感謝を捧げ、フランス疎開から日本疎開へ、日本疎開からフランス疎開へとひしめき合って殺到、厚生天津の明朗風景を見せました。思えば顔面を極めた英仏に隔絶の鉄槌を下し、ついに皇軍のイブに屈せしめ、東亜の新情勢に順応せしめた断固たる態度こそ、新秩序建設の重大推進力として常しえに記録されるものでありましょう。防衛の第一陣、左手を目指す地上部隊の延々たる大行進を却下に、我が陸の現しは岸敵を求めて解消、俄然敵の有力部隊を発見するや、これに猛烈なる機銃掃射を浴びせました。後期至る一斉に訪問を開いた各部隊は、全面無数の統治下陣地めがけて天地も砕けよと猛撃を敢行。天類による50万の岸敵も我が猛攻に耐えかねて浮き足立てば、藤崎、鎌浦、坪島、高木の諸部隊は突撃に次ぐ突撃を強行。炎熱実に120度、夏草も焼ける暑熱もものかは、雪崩のごとく情勢平原を下押しに押し進みました。天類差し公園に揺らん、時を移さず皇軍の精鋭は参謀より城門に殺到しました。時に6月8日午後4時25分、城内の残敵は右往左往に逃げ惑い、ことごとく我が軍の手に捕らえられました。この神速果敢の我が攻撃に狼狽した敵は、至る所に火を放ち、市中は炎の海と化しましたが、皇軍の将兵は黒煙をくぐって残敵を掃討、輝く戦果を収めました。かくて威風あたりを払う皇軍堂々の入場式は行われ、ここに義将防衛の第一陣、左氏は完全に我が手中に帰しました。飛行機の轟音、戦車の砲口、西部要塞戦に繰り広げられた整絶思想の大攻防戦。これこそフランスが命と頼み主力防戦にあたるマジノの賢人。ドイツ鋼鉄部隊は隠忍24年、雪辱復讐はこのひとときにありと猛然としてこれに襲いかかりました。
セダンついに陥り、ベルダンまた壊滅して、フランスは前線に渡って敗退。ドイツ機械化部隊は外貨高らかにパリへパリへと快速進撃を続けました。マジの要塞本防御線の攻防にあたって、独仏両軍は視力を傾け精魂を尽くして相争い、戦死未曾有の大激戦を展開しましたが、さすがのフランス軍もドイツ精鋭の前にあえなく打ち破られ、無断敗戦の姿を見せました。この戦闘にフランス軍の捕虜約20万を数え、フランス兵士に混じってアフリカド民ありインド植民兵あり、いずれも精鋭並びなきドイツの電撃戦に呆然自失のありさまを見せています。フランダースの決戦にいっぱい血にまみれた英仏連合軍は、ドイツ軍の包囲陣を破って英仏海峡の要衝ダンケルクに回走。これを給水するナチスの現しと救援イギリス海軍の間に生産明王大激戦を展開。猛々たる爆音と張り巡らされた煙幕をくぐって英仏兵は海中を軍艦にたどり着かんと、悲壮なる最後の努力を試みています。猛爆化死の脱出ついになる。救援艦隊は全速力をもって一直線にイギリス本土へと急行しました。恐怖と戦慄の幾週間、我々はついに救われた。信じられぬほどの奇跡でなくて何であろう。数々の戦火をくぐり生死を誓った英仏の戦友は、疲労を忘れ労苦を忘れ、よろめく足を踏みしめてただ生還の喜びに浸り、言い知れぬ感激にむせびました。美しく晴れ渡って初夏の日の喜びに入る6月26日朝、名宝満州国皇帝陛下にはお召し官衆がにて号令法とどろく横浜港にご到着。工芸に沸き返る我が国土に晴れの第一歩を印せられました。お出迎えの高松宮殿下とお揃いにて4号岸壁にご上陸の皇帝陛下には、長野御旅路にもご披露の御模様なく、ご軍曹ご衛士も颯爽とご上陸を遊ばされました。の満州国国家水総理に4号岸壁上山へに整然と整列する木山大佐式の海軍儀仗兵をご閲兵遊ばされました。スイデリン港駅プラットホームよりお召し列車にご乗車遊ばされ、
日満両国旗の波と軍艦民一同の熱声込める放送のうちに、10時45分後発車、横浜港を後に一路帝都へと向かわせられました。11時30分、お召し列車は、与内首相以下謹でお出迎え申し上げる東京駅第3ホームに到着。満州国皇帝陛下には最終部展望車より御下車。賢国も天皇陛下には青河を駅頭に進めさせたまい、名宝の君主を親しくお出迎え遊ばされ、ご来訪の皇帝陛下と御5年ぶりに固き御握手を交わさせられました。新東和建設の成業に邁進する日満両国民の胸に、常しえに記念さるべき感激の一瞬であります。ついで皇帝陛下には各皇族殿下と5年頃なる御握手を交わさせられ、また法芸の書院に挙手の礼を賜りました。皇帝陛下には正常陛下のお見送りのうちに、宮中差し回しの自動車に高松宮殿下とご同乗、沿道市民の奉迎を受けさせられつつ、ご大教6日間の御宿舎たる赤坂離宮へと向かわせられました。